なんで声を出さない？いらっしゃいませでした？いました。鬼軍曹犬間の鬼湿度。湿度が怖えって言ってるスタッフが何人かやっぱ、言い方きついって言ってるスタッフが前も注意したけど、そんな中、中洲から降臨してくれました朝日ランクであの期待の新星オーディション組ホストが衝撃の姿に。薬飲まないといけないんでヨーグルト3食食べてます。敬語の使い方とかも基本的なものだから覚えとけよちゃんと、はい、勉強できるできない関係ねえからさ、はい、雑魚は立っとけって感じですねぶっ飛ばします。首都高速車がビューやおじさんたちは黙っとけ。ホストクラブの下克上バトルが今宵再燃。ザ・ローランドショー開幕。営業開始40分前。一言ちょうだい行くぜ3、2、1だ。行われていたのは新人ホスト大賞湿度先生によるシャンパンコール講座。髪型は何すいません、消耗矯正をかけてるんですけど、東京の湿度が高かったみたいでホストを熱望していた湿度は今エリート内勤の道を歩み始めていた。よいしょまあいいや、いいよ。よいしょさすが王子言うことだ。いやすごいやることだよカリスマ歌詞をもっと頭に叩き込もう。はい、惜しい。もう神々やで頼むよ。シャンパンコールは新人ホストの登竜門。コール役と音出し役を交代し研修は続くが、入店1ヶ月の東郷はどこか余裕しゃくしゃく。楽しいですか？楽しいですよ。もう音楽聴くとめっちゃ乗っちゃうんです少し真剣味が足りないようだが大丈夫だろうか。営業開始前、一つ変わったことが。お願いします。今日も元気よく営業開始しましょう。気よく楽しくつくつくそれでは最終チェックお願いします。エンジン組んだのはいつからそういうやり方したんですか？初めて見てまして。多分もう3、4ヶ月前ぐらいからですね。それは誰発信ですか？多分僕です。実はローランドが現役ホストの時も。じゃあエンジン組むから肩。今日俺らで歌舞伎町の長い歴史の最高の表紙になるような一日にしてやりましょう。じゃあ行きますよ。We got the win! Team Roland! Go! 歌舞伎町の空に響き渡ったあのエンジンを湿度が今受け継いだ。やっぱりなんかこう、もっと夢の国から上がってきて、言ってしまったらこうやってもうオンステージじゃないですか。なのでエンジンを組んで気合を入れて、さあ今日も行くぞって気合入れて営業スタートしようっていうので、なんか普通に今日も一日頑張りましょうっていうよりかはもうみんなで協力してチームプレーだよっていう中で始めました。と営業開始するや否や自撮りに余念がないホストたち。今何をやってるんですか？今これはよく DM で来るんですよ。なんか今日の様子見してみたいな、顔とか見してって言われて、でこれを毎日なんかここ全部鏡張りなんで、だから鏡で撮ってでこれをインスタのストーリーで、毎日投稿してるっていう。今や
SNS からの集客はホストの生命線。自撮りも大切な仕事の一つなのだ。今本当にギャップを感じてます何のギャップを感じてるんですか？やっぱ僕もローランドショーめっちゃ見てて、まあキラキラしてるじゃないですか、ローランドショーって。でも実際入ってみたら、意外と泥臭いことばっかで本当にローランドショー出れば売れるって、ちょっとは1ミリぐらい思ってたんですよ、でも現状全然違うくて、やっぱそこのなんていうかな、そうですね、そこがやっぱ今痛感してますね。あれは想像してたのと違う。違いましたね、全然。キラキラだったのは画面の中だけ。そんな感じですねとこのタイミングでホスト歴1ヶ月の新人ソータが風格たっぷりに出勤。他のいわゆるこの入社同期というか同じ面接見てた人、方々は今日掃除組。そうですね、掃除してる人も僕とあと長門ってやつが一応掃除抜けて。もう抜けたんですか？抜けましたね。売り上げどのぐらい上げたんですか？売り上げ先月190ぐらいでしたね1ヶ月で？そうです、おかげさまで。そう、入店1ヶ月の同期同士でも厳しい格差が生まれていた。ソータさんと同じ時期に入ってきたんですか？そうです、全く一緒で。入店初日、等しく歌舞伎町の洗礼を受けた2人。俺らもう売れなきゃ終わりだぜ。本当よ、終わりだぜ、マジで終わりだよ。こここけたら俺マジ人生積むもん。いや俺もそうだよ。もう絶対売れない。勝負だね。やろうぜ。どん底から這い上がる、そう誓った2人の行く末に視聴者からも期待の声が多かった。あれから1ヶ月、彼は座ってて人足作ってるのは？そうですね、俗に言う売り上げっすね。売り上げの、基準があって座れる、100万以上の人が、座れて、座って待機ができる。そうですね、待機 OK なんですけど、自分とか100万いってない人はもう常に立って、営業中はずっと立ちっぱです。さすがに一緒に入ったのに、100万ぐらい差があったらもうマジ悔しいんで、本当なんか来月からもうマジでぶっ飛ばしますどうですか、一緒に入った入社同期はあっち立ってて、ご自身はこう、本当にまた180度ぐらい。そうですね。雑魚は立っとけって感じですねでも優越感すごいですよね、やっぱり。優越感、なんか飛行機でいうビジネスクラス乗ってますみたいな。分かりやすいそういう感じです。めちゃくちゃ分かりやすい。出勤もやっぱり2時間ぐらい遅くなるのですごい余裕できて、そのライブ配信とかにこう力入れれるようになってから、どんどん同説とかも増えてきたので、やっぱ掃除組抜けるのはやっぱ最初の目標で。あれもうソータさんはもう鍵いっぱいあるイメージしかないんですけど、そう、ソータといえばそれ何女の子の鍵？そうですねちょっと待って、もう一回見て、何個あるのよ。でも今3つと、あと携帯のウィーンってやつ開けになってる。あるね、アプリでね。どこを住んでるんですか？今は一人暮らしでもう家借りてて、でそこから出勤してるって感じです。もう部屋借りたんだ。借りてますね。もう転々しないですね。しないですね。もう結構もうすぐ売れるし、売れてやろうと思ってたんで、最初から量入らずに。ちなみにその鍵の女性の方々はお客さんには繋がらなかったんですか？お客さんに繋がらなくて、その会社の子とかいろんな子いたんですけど、なんていうんだろう、金にならないですね正直金持ってないんで、もう家だけ貸してもらってって感じですね。いや、なんか腹立ちますねちなみにおしぼりくんやロマネも今は掃除組に転落。アラサー2人が年下新人ホストのヘルプに甘んじていた。
ね、動画も撮らせてラストオーダー終わりの、ラスト前にたまに揃う2人、もうレアなね、もう俺らの存在ねうフルレアだからね、フルレアだからねそう危ない危ない、発作が出ちゃう俺らの存在はフルレア、首都高速車がビューや感じでね、もうやっておりますけどね、一杯も飲んでないですまだね、一杯もね。息がぴったりな二人の伝統芸。そこには少し哀愁が漂っていた。そして先輩ホストも売れるために試行錯誤していた。ダウンタイム。ああ、そうです。そうしてます。ああ、美容クリニック行ったんですか？社長のなんか最近歌舞伎町に建てたクリニック。あれ、あずささん？あずさです。あ、全然わからん。全然わからんですよ。イメージ変わった。めっちゃ変えました。ちょっと下ろしていただいていいですか？ダウンタイムで。何をやったんですか？あそこで。ポテンツァっていう肌きれいにするやつやってきました。でもあずさんあれなんだろう、収入的に美容クリニックとか行くのきつくないですか？いや、最近行けるようになりました。あ、行けるようになった。あ、なるほどなるほど。他にも顔変わってますちょっと。あ、顔整形しました。あ、誰かと思った。1年前の入店初月、中洲から降臨してくれました朝日ランクでございます。なんとオーディションメンバーナンバー1を獲得しました。おめでとうございます。入店直後は順調なスタートを切るも、その後売り上げが低迷。当時は掃除組だった天音咲や黒沢謙信に売り上げで大きく差をつけられていた。そんな状況を打破すべく、今年4月蘭は韓国で整形手術を受けたという。けどまだダウンタイム中で骨切ったんですけど、ここと骨切って鼻もちょっと鼻もプロテーゼこう入れましたね。結構いいライン作ってやったんですけど、全部いくら？全部で300しないぐらいですね。わあ、いやでもかっこいいです。本当ですか？ありがとうございます。ちょっと個性はなくなったけど。個性なかったです。痛くなかったんですか？いや、めっちゃ痛いですよ。1ヶ月間ご飯食べれなかったです。なるほどね。薬飲まないといけないんでヨーグルト3食食べてます。今日はちょっと鼻の落ちた日だったので、あと少し病院行ってきます。まさに体を張った下克上バトル。半端者じゃ生き残れない。一方ハイテンション男東郷の仕事ぶりは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客様、ご来店です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんで声を出さない？いらっしゃいませでした？言いました。今言いました。ちっちゃい。みんなにも言っといて。わかりました。はい。いつもできてるのに今日だけできてないとおかしいじゃん。そうです。OK。はい。よろしくどうぞ。何を流してるんですか？これはアンダーの連絡用って言ってて、この掃除組とかの方の連絡、例えば掃除組だけのグループラインがある。そうです。ここには出動さんとかも入ってるんですか？アシトさんも入ってらっしゃいます。何番の宅に傘をお預かりしましたとか、そういう連絡事項って言ったらいいんですか、業務に関するその補充とかトイレチェックとかも完了したらここにこう流してみんなで共有して漏れがないようにっていう感じで業務の方を進めてますね。それではご案内さらにどうぞこちらへ。どうぞこちらのお席で。お客様、ご来店です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞおしぼりの方失礼します。お客さん入店時の案内や料金の説明をするファーストは主に新人ホストが担当する最初の接客。じゃあ2つで。はい。じゃあすみません、お願いします。おしぼりの方をお畳みしますね。失礼します。
無難にこなしているように見えるが、元ディズニーキャスト湿度の目はごまかせない。ここにスレーダーを使っておしぼりを畳むのはマナーとしては美しく、はい、だから空中でも大事なように畳んでしっかり感覚をつけるからって。鬼軍曹ならぬ鬼湿度による鋭いチェックはなお続く。お飲み物いかがいたしますか？スラットでよろしいですか？スラットのお味はレモン、シャルドネ、ピーチ、アロエがございます。あとレモンもかしこまりました。ご準備します。3つはいまず、はい、今なので直さなきゃいけないんだけど、お客様の目の前にアイスペルとかあればまずい。ごめんなさい。あそこは広くしなきゃいけない。すみません。っていうのと、あと2つくっついてるアイスを入れてしまったでしょ。1個ずつ普通に入れなきゃいけない。最初のうち2つつながってるアイスは弾く。OK。すみません。直ったらいいですよ。はい。厳しいですね。こんな厳しかったんでしたっけ？いや。分かんないですね。でもやっぱり結構しゅんさんからも言われてるんですけど、もう999回言われてダメであれば1000回言うぐらいのことなんですけど、どうしてもこう忙しくなってしまうと細かい中でパッて伝えないといけないんで、僕結構話長いじゃないですかなんで指示出すときは簡潔明瞭に言えるようにっていうのでなるべくやってますけど。そんな中、社長ローランドが出勤。出動。はい。はい。どう店内の様子？非常に盛況しております。盛況してる？はい。トラブルあるスタッフはいない？まあ修正すれば大丈夫です。修正すればどういうこと？ちょっとマキシがファーストの時にちょっと緊張したのかわかんないですけど、ちょっと雑な一面が出ちゃったから。雑な一面どういうこと？これどうしたの？はい。言葉遣いとね。言葉遣いなんて言ったの？確かに密着中、怪しい言葉遣いが。お客様1人に対して1名の方写真指名することができるんですけど、なお店舗状況によって写真指名していただいた方がつくことができない場合もございますのでご了承ください。でなお3名ほど写真指名できない方がございます。このしゅんさんっていう方と黒崎店長とローランド社長に関しては現在写真指名の方を承っておりませんのでご了承ください。様はいかがいたしますか？ミュージ様ですいません。なんかさ、その敬語の使い方とかも基本的なものだから覚えとけよちゃんと、はい、別に勉強できるできない関係ねえからさ、はい、例えばこの前の映画なんか例えば今「リトル・マーメイド」有名じゃん、はい、リトル・マーメイドの映画拝見されましたかとかさ、おかしくね？そうですね。どうおかしいか分かるじゃん。なんか拝見されたって確かへりくだった言い方ね。そうだから相手にご覧になりましたかとかそういうさ、見られましたかととかさ、ら抜き言葉使わねえとか居抜き言葉使わねえとか結構大事だから、はい、そういうのって勉強できるできねえじゃねえからさ、はい、新人だから OK なんてさ、そんなお客様からしたら一人のホストでしかねえんだから、俺もマキシもさ、はい、同じホストでしかないわけよお客様からしたら、はい、そうだからまあしっかりな、お前腕の筋肉だけは無駄にいいわけだからお前筋肉だけじゃなくてホストできねえから。はい、ありがとうございます。ちょっと勉強します。さらにローランドは湿度にも伝えたいことがあった。なんか聞いた感じだとね、俺もなかなか現場来られてねえけど、まあ、厳しくはできるけど優しくはできてないのかなっていう伝え方が厳しい印象で、だからそこでちょっとまあ優しくするか、それかもうチームプレーだから怒るのって、例えば俺は黒崎さんに怒ってもらう係、俺は優しくする係とか、チームプレーなわけよ。でそれでフォローしてるわけよ、内勤たちのチームで俺が怒るからそれのフォローしてくださいねとか、俺が嫌われ役やりますよと、だから優しくしてくださいとか、〇〇さん嫌われ役やってくださいよと、俺が慰める役やるんでとかさ、一人で全部やろうとしねえで、なんかやっぱちょっと湿度が怖えって言ってるスタッフが何人か、やっぱ言い方きついって言ってるスタッフが前も注意したけど、そういうのがいるんだよね。ですけど次回今貯金あとどんぐらいなの？なんかストレートにさ、何が不満なの？新人のソータが指名客に早速めくられる。そしてどんな人タイプ？あ、俺か。あとは？
俺か。すかした新人。マスクをめくると、これは一体。